けどね、今、エドで一番強いの誰かっていう話をすると、立川です。これでいいんですよ。今一番勝ってるやつが、そう。今一番大会で勝ってるやつが最強でいいんですよ。で、SFL 終わった時に分かりますよ。誰が一番強いの。まあ、国内になっちゃうけどね。いや、レシャーもいるから、まあ、SFL 終わった時に、まあ、世界で一番強いエドは誰かっていうのは変わるけどね。結果が全てよ。そっちの方が分かりやすいんだよね。この人ってさ、人間もう俺当たってないから分かんないんだけど、この人ってさ、なんかそう、ランク時間出てないじゃん。これ人間じゃない。ああ、これチーターなんだ。まあ、なんか、全く見てないからあれだけど、まあそうなのかなと思っちゃったわ。全く知らなくて。最近チーター増えてきたね。これってさ、アカウント買ってんのまた。ワールドウォーリアとかオンライントーナメントちょっと怖いね。まあちょっとっていうか、まあどっかで起きると思いますよ。どこかで。ああね、中東大会ね、替え玉がね。ここもう警察行かないだろ。だって FPS でさ、チーターが捕まってたっていう歴史ないでしょ。けどなんかこう、今後起きるかもなーってところから、もう起きるなっていうところまで来た。業界通報っていうか、まあそもそもその業界にいない人でしょっていう。そうだね、販売と使用ね。使用はまあさ、なんかしょうがないっていうか、まあ、しょうがないっていうか、まあ、するやつはするけど、まあ、作るのやっぱやばいからな。赤さんはプロが血で倒したみたいな動画でやめた方がいいって言ってたね。ああ。俺はなんかそこら辺に関してはないから、別にいいんじゃないと思っちゃう。だってさ、わかんない。そのさ、理屈ってさ、それでどんどんチーターが生まれる可能性があるからって話じゃん。だと思うんだけど、その、何もしなかったらなくなるわけじゃないと俺は思っちゃうから、その日数が早くなるとかはあるかもしれないけど、その、まあ、大会で使用されるとか、まあ、世界大会チートで優勝されるとか、まあ、そういうのはね、その、速度が速くなるぐらいで。美味しいなら銅材。銅材じゃなくない？なんで銅材なの？絶対銅材じゃないでしょ。うん。絶対銅材じゃない。別に、なんだろう、広めようと思って広めてるわけじゃないじゃん。どっちかって言ったら、注意関係だと思う。チーターがいるとなるほどね。チートがいる、じゃあ、無理しろってこと？なんかちょっとむずいよね。じゃあ、いいけどさ、じゃあ、退店しました。何も触らないですっていうのも受け入れてるってことなんじゃない？どっちにしてもそれはね、だから捉えられ方な問題な気がするな。動画にしても無視しようと一緒じゃないかな。喜ばせちゃう。喜ばせちゃうも難しいね。これ違うか？俺さ、今ストロイクのチートの人たちってさ、チートに嫌がらせてなくてさ、俺商売を目的としてるんじゃないかなと思うんだけど、俺わかんないけど、チーターは今さらされる状態は嫌がってんじゃないのかな？違うのかな？どうなんだろう。愉快犯系なんだ。だってさ、正直さ、他のゲームで比べると、あんまないじゃん、格ゲーって。なんかそういうの、なんか、人間的にこいつ終わってるなって思うだけであって、やばいか。これやりすぎたか？やりすぎたか。やりすぎかこれ。いらないか。なんか別になんか、正直チーターに怒ってる人少なくね？なんか負けて怒るっていうより、なんか汚されて怒るみたいな。学習機能のために見える。まあそうなんだよね。そうか、チートあるんだ、買ってみようって思う人も増えるからね。けどさ、無視しても一緒なんじゃないのかなと思っちゃうけどな。リジェンドクラッチの実害、あとさ、格ゲーってさ、2分で終わるから、チートと当たってもさ、何もないんだよね。いや、ロールのね、チートかどうかちょっとわかんないのもまたね、やってて嫌だった。これ絶対やばい怪しいなと思って。なんかもう、攻撃が
俺の攻撃以外も当たらなくて、超わかりにくいんだし、なんか、これ俺が下手なだけなのかなみたいな。しかもマジで30分以上潰れるし、あとさ、ランクが、まあ正直結構マスターとかまではさ、結構上がりやすいから、このゲーム。今から始める人がチーターに苦しむことはないよね。エペとかの方がきつかったと思うよ。まあ、チーターというか、あれはボットがマジでやばかったから。正直さ、なんか、もう死ぬほどゲームやってるとさ、なんかまあ別にね、まあいるな、こういうやつ。ゴミだな、みたいな。で終わるんだけど、初めてさ、ゲームだからロールやった時もそうなんだけど、まあ暴言やばいの。で、初心者帯で暴言来るから、すげえ嫌な気持ちになるのよ。だから、ね、初心者の方に、まあそこまでなんかこう、変な風になんなければいいから。ドグニーがチート精度、チートの精度80%っていうか、使うラウンドと使わないラウンドを分けられるだけでも超きついでしょ。あと俺がチート使ったら多分分かんないでしょ。その弱いやつがチート使ってるから、これはなんかその動きに対して、そのやっぱ精度ってあるわけよ。この辺でこんな下手な動きなのに、なんでこんな難しいことやんのってなるんだけど、でそもそもなんか本気で上手いやつが使った時に、けどこの人はこんぐらい、だって、壊し見てから昇竜拳やるやつがいたんだよ。ってことは、壊し見てから昇竜拳打っても納得されるってわけ。なんでチート使うんですか？やっぱ、エペとかもそうなんだけど、ワンマガで相手を倒した時の、その気持ちよさってすごいのよ。まあ、それこそバロラントも頭打った時の気持ちよさ。あと、チーム戦はあと、尊敬されるよね。感謝もされたりするしさ。一緒に組みたいなってなるじゃん。格ゲーは、一人のゲームだから。いや、けど逆に、何回や流行らなかった時に、また格ゲーの評価が上がるような気がする。そのチートが流行んなかったことによりね。やっぱ俺たちがやってることは空手で、日々の成長を感じることが嬉しいという。だから、チートが生まれにくい。ガチでプロになりたいよかったら、このワールドウォリアーだけ1回だけ使おうって。まあそうだよね。あと1回勝ったら、これ、だってさ、今回さ、1位だと、世界大会出れるのよ。で、あと1回、上位入ったら、1位になれるかもしれない。ポチ、みたいなね。なんで階段バレたんだろう。なんかね、いろんなキャラ使ってたって聞いて。相手によってキャラ変えてて、で、明らかにだってさ、MR なんてさ、わかるじゃん。こいつこのキャラ使うって、みたいな。だっていきなりさ、ダイゴザビーストのアカウントでさ、大会当たってさ、いきなりなんかさ、ザンギとかに対してエドとか出てきたらさ、どう思うって。ダルシムと当たった時に DJ 来たらどう思うみたいな。これ、おるなってなるでしょ。だからそこでなんかさすがにちょっと怪しいんじゃないかみたいな感じだったっぽいけど。